AI が間違えるより怖いこと。 AI が間違える。多くの人はそこを怖がっている。 AI が嘘をつく、古い情報を出す、存在しない事実を語る、もっともらしい間違いを正しそうに見せる。もちろんそれは危険だ。しかし AI 時代の本当の恐怖は AI が間違えることだけではない。むしろ怖いのは AI が正しすぎることだ。 AI が何度も正しい答えを出す、何度も役に立つ、何度も人間を助ける。その結果、人間は少しずつ疑わなくなる。最初は確認する、次に信じる、やがて確認しなくなる。そしてある日、重要な間違いが混ざる。その時、人間は気づけるのか。これがこれからの時代に問われることだ。 AI の助言を信じた先に現実社会が動き出す。安倍監督をめぐる一件は AI の相談が現実社会につながる時代を象徴する出来事になった。家庭内の問題について娘がチャット GPT に相談し、その後児童相談所や警察など現実の制度が動き始めた。ここで考えなければならないのは AI が悪い助言をしたのかという単純な問題ではない。困っているなら信頼できる機関に相談する。危険を感じるなら外部へ助けを求める。一般論としてみれば合理的な助言だ。 AI は相談者を守ろうとして安全側の選択肢を示したのかもしれない。しかし画面の中では短い助言でも人間が実行した瞬間、その意味は大きく変わる。相談を受けた機関には状況を確認する役割がある。内容によっては本人が想像した以上に大きな対応へ進むこともある。相談した人はただ話を聞いてほしかっただけかもしれない。少し距離を置きたかっただけかもしれない。しかし制度は一人の気持ちだけで自由に止められるものではない。 AI との会話なら説明を追加し、質問をやり直し、別の答えを求めることができる。だが現実社会はチャット画面のようには巻き戻せない。 AI が示した選択肢が正しくてもそれを実行した結果まで望んだ形になるとは限らない。ここに画面の中の正論と現実社会の大きな隔たりがある。 AI は人間関係の全体を知らない。 AI は入力された情報をもとに答えを作る。しかし人間関係のすべてを文章で説明することはできない。例えば父親と激しい口論になった、どうすればいいかと相談すれば AI は距離を置くことや第三者へ相談することを提案するだろう。それ自体は合理的だ。だがその親子が普段どのような関係なのか、今回だけ感情的になったのか、何年も深刻な対立が続いていたのか。相談者自身も短い文章では説明しきれない事情がある。同じ言葉でも関係やタイミングによって意味は変わる。もう話したくないという言葉にも本当に関係を断ちたい場合と今は少し時間が欲しい場合では全く違ってしまう。人間は言葉だけを聞いているのではない。話し方やその場の空気、これまでの関係を含めて相手の意図を判断している。 AI も感情や反応を推測できる。しかしその推測は入力された情報の範囲を超えることはできない。それでも AI の答えは整っている。
論理が通り言葉も優しく迷いなく示される。だから人間はその答えが自分の状況にもそのまま当てはまるように感じてしまう。必要なのは AI から正解を受け取ることではない。 AI の答えを自分が置かれた現実に合わせて解釈することだ。正しいシステムほど疑われなくなる。この問題は生成 AI が登場する前から似たような状況は起きていた。カーナビが普及し始めた頃、多くの人は案内を完全には信用していなかった。地図や標識と見比べ、明らかにおかしい道へ案内されたら自分の判断で進路を変えた。しかし精度が上がるにつれて人間側は変わっていく。自分で道を調べず示された経路をそのまま走るようになった。普段はそれで問題がないからだ。自動運転や運転支援も同じ構造を持っている。最初はシステムの動きを注意深く見る。しかし何百回も正常に動けば人間は緊張を維持できなくなる。自分が見ていなくてもシステムが対応する。そう感じた瞬間、人間の注意は別の場所へ向かう。これは単なる怠慢ではない。正しく動き続けるものを毎回疑い続けることが人間には難しいからだ。航空業界ではこの危険と長年付き合ってきた。パイロットは自動操縦を利用しても判断まで明け渡さない。多くの命を預かり、そのための訓練を受けているからだ。しかし一般の利用者は AI を疑う訓練も常に確認し続ける使命もない。だから AI が便利になるほど人間は疑う理由を失っていく。 AI が答え、人間が責任を負う。 AI の能力が高くなれば医師や弁護士も代替されると言われている。確かに症状の分析や判断の検索など知識を扱う仕事は AI によって大きく変わるだろう。しかし専門家の役割は答えを出すことだけではない。医師は診断結果を伝えるだけではなく、治療によって得られる効果と危険を説明し、患者や家族と一緒に選択する。正しい治療を選んでも望んだ結果にならないことはある。その時、患者の前にいるのは AI ではなく医師だ。弁護士も法律上の正解を示すだけではない。裁判を続ける負担や和解する意味、その争いによって失うものまでは考えなければならない。法律上は正しくても、それが依頼人にとって最善とは限らない。専門家が簡単に消えないのは AI より知識が多いからだけではない。判断を自分の言葉で説明し、その後の結果にも向き合う役割があるからだ。そしてこの構造は一般の仕事にも広がっていく。 AI が資料を作り、設計案を出し、リスクを評価する。人間はその結果を見て最終的に承認する。作業の多くを AI が行っても問題が起きた時の責任を問われるのは人間だ。 AI が答えを出し、人間が責任を負う。これが AI 社会の基本的な形になっていく。 AGI 時代、プロセスは消えて責任だけが残る。これまで人間は仕事の結論に至るまでの過程を自分で経験してきた。どの情報を信じ、どこで迷い、なぜ一つの案を選んだのか。失敗してもその原因を振り返ることができた。自分で過程を歩いてきたから結果について説明できた。責任とプロセスがつながっていた。しかし AGI が高度な仕事まで担うようになると、この構造は変わる。人間が目的や条件を入力し、AGI が大量の情報を処理して答えを出す。人間の役割は
その出力が急に合っていることを確認し承認することになる。だが AGI が途中で何を考えたのか、どの情報を重視し何を捨て、どの可能性を見落としたのか、人間が全てを理解することは難しい。それでも最後に承認したという理由で人間に責任が残る。これは今までとは違う重さだ。これまでは自分が考え、自分が作ってきたものに責任を持っていた。これからは自分で作っていないものを確認し、その結果だけを引き受ける場面が増える。仕事にかかる時間は短くなる。しかし仕事の中身を理解しているという感覚は薄れていく。そして問題が起きても AI が作ったという説明だけでは済まされない。プロセスは知らないのに結果の責任を負う。効率化によって作業は減る。それでも責任だけは人間に残り続ける。プロセスを失うと人間は成長できるのか。さらに失われるのは仕事の工程だけではない。人間が成長する機会も同時に減っていく。人間は正しい答えを聞いただけでは判断力を身につけられない。自分で考え失敗し何度もやり直す中で次に何を見るべきかを学んできた。例えば原因のわからないシステム障害に何時間も悩み、ようやく小さなミスを見つけたとする。そこで得られるのは修正されたプログラムだけではない。次に似た障害が起きたとき、どこから疑うべきかという感覚が自分の中に残る。人間関係も同じだ。言い過ぎて相手を傷つけ、後悔し、謝り、関係を修復しようとする。その経験があるから次は言葉を選べるようになる。こうした感覚は正しい対処法を読むだけでは身につかない。体験した人間の中にクオリアとして刻まれる。 AI は失敗を減らし遠回りを省き最短で答えを導いてくれる。それは便利だ。しかし最短の道を通ることで得られなくなるものもある。成果物は完成している。問題も解決している。けれど自分の中には経験が残っていない。 AI が人間から奪うかもしれないものは仕事そのものではない。仕事を通して人間が変わる過程なのかもしれない。得られなかったクオリアは惜しめない。さらに怖いのはその機会を失ったことに気づけない未来だ。今の4、50代以上はインターネットがなかった時代やカーナビを使わずに道を探す経験をしてきた。だから便利でなかったものと失われた感覚を比較できる。しかし生まれた時から AI が存在する時代は違う。わからないことがあれば AI に聞き、文章が必要なら作ってもらい、悩みがあればすぐに相談できる。一人で長く考える前に答えが提示される。その環境しか知らなければ自分だけ答えにたどり着く経験を失ったとは感じない。そもそもその経験がどのようなものだったかを知らないからだ。人は持っていたものを失えば悲しめる。しかし最初から得られなかったものを惜しむことはできない。将来の人間は今より便利で効率的で失敗の少ない生活をしているかもしれない。そしてその生活に満足しているかもしれない。だからこそ問題は見えにくい。人間らしさを失って苦しむのではない。人間らしさを獲得して機会がなくても不自由だと思わない。クオリアを失うのではない。クオリアを得られなかったことにさえ気づけない未来が来る。そんな可能性がある。
何を効率化しないのか。では AI を使わない方がいいのだろうか。そうではない。 AI は人間の能力を広げる強力な道具だ。危険な作業を任せ、膨大な情報を整理し、単純な仕事を短時間で終わらせる。効率化すべきものは数多くある。しかし、全ての過程を短縮すればいいわけではない。自分で考える必要がある問題、失敗から学ぶことに意味がある経験、人とぶつかり関係を修復することでしか得られない感覚、そうしたものにまで AI を任せれば、人間は結果だけ受け取る存在になる。これから重要になるのは AI をどれだけ使えるかではない。何を AI に任せないのかを決める力だ。どの作業を短縮し、どの過程を自分で歩くのか、どの答えを参考にし、どの判断を自分で引き取るのか。 AI 時代に人間が考えなければいけないのは、どこまで効率化するかではない。何を効率化せず、人間がやるべきことを考え抜くことだ。 AI の間違いに人間は気づけるのか。 AI の正論が人間関係や現実社会でそのまま通用するとは限らない。 AI が知ることのできる状況には限界がある。そしてその答えを実行した後の人生を生きるのは人間だからだ。 AI はこれからさらに正確になるだろう。多くの仕事で人間以上の答えを出すようになるかもしれない。しかしその性能の高さが人間が AI を疑う理由を奪っていく。